今日は前回このフレームを溶接して作ったんですけど、ここに装飾するこのパーツも作ってます。これを今日は溶接して、で全体的にこのフレームとかこの周り全体的に磨きをかけて、最後できればパテ埋めの方まで進めていけたらなと思ってます。弁理士がオリジナルバイクパーツを作る物語。バイクを低く、前後のフェンダーを短くカスタムしていくボバースタイル。その系統にインスパイアされたファットボバースタイルを確立していきます。まずは取り付けた CC バーとリアフェンダーフレームを取り外していきます。リアフェンダーフレームに FRP で加工したリアフェンダーを取り付けていきます。リベット風のネジを使用しているのは、見た目においてネジ感がなく、スタッツのような留め具にしたかったからです。長さが合わないところがあり苦労しましたが、意外と自然な感じに取り付けられて大変満足しています。次に装飾を溶接していきます。装飾とリアフェンダーの取り付け具合を確認するため、フェンダーをつけた状態で作業を行いました。点溶接をして微調整をしながら1厘目を行います。形通りにうまく仮付けができました。本格的に装飾部分が出来上がってきてかっこよくなっています。リアの装飾がついたので、同じようにフロントフェンダーの装飾部も取り付けていきます。調整が完了したら本溶接に移ります。フェンダーフレームを取り外し作業をしていきます。火花が散る作業はものづくりをしている感じがして楽しくなります。本溶接をして装飾部分が形になり、理想に近づくのでワクワクします。溶接部は波打つ形状になり、綺麗ではないので、ハンディのベルトサンダーで滑らかに仕上げました。はい、装飾部分全部溶接が済みました。で溶接してデコボコしてるところを平らにしました。でこの後は、これ全体的に全部磨きをかけて、でその上からデコボコした部分をパテで平らにしていきたいと思います。磨き作業をしてサーフェーサーを吹き付ける前にリアフェンダーの表面をきれいにしました。磨きは細かいヤスリをポリッシャーに取り付けて行いました。磨いている最中、自分でも職人のようだと感じました。溶接部や部材に気になる点があったので、ベルトサンダーで調整しました。フ
フロントとリアフェンダーフレームの磨きが完了しました。非常に綺麗になり、デザインも形になってきました。CC バーの表面は円柱形状やカーブがあり、磨きにくいですが、磨くほど綺麗になるので、やりがいを感じました。ハンディのベルトサンダーとグラインダーを頻繁に使用するようになり、工具もかっこよく見えてきました。はい、磨きがとりあえず終わりました。綺麗になりました。今回はこの後ですね、この表面にサーフェーサーを振って下地を作るところまでやりたいと思います。塗装作業は初めて行いました。サーフェーサーを吹きつける際、スプレーの噴射は折り返し時に止める必要があることを学びました。学んだことをすぐに修正して、塗装は折り返し時にスプレーを止め、少し外から吹き始めるように心がけました。これにより、液だれやムラを防ぐことができました。サーフェーサーを塗っただけでも、綺麗な見た目になりました。はい、サーフェーサーきれいに塗れました。次回はここにパテを埋めて、平らにしていきます。今サーフェーサーの色になってますけども、実際はこの上に塗装していきます。塗装の色はまた楽しみにしていてください。いかがだったでしょうか。このチャンネルでは弁理士がゼロからボバースタイルのパーツを開発していく様子を発信していきます。動画に出てきたパーツは QR コードもしくは概要欄のリンクから購入できますので、気に入っていただいた方はチェックしてみてください。僕を応援してくださる方、アメリカンスタイル、ファットボバースタイルが好きな方はチャンネル登録をお願いします。ではまた。